はい、包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴及びチャンネル登録いただき、本当にありがとうございます。今日はここ2週間ぐらいで仕入れてきた天然砥石が4つぐらいありますので、柳包丁、こちらを研いで、砥石との相性を見てみようかなというふうに思っています。でも天然砥石、実は私もよくわかってないんですけれども、もともと微生物のイガイと粘土が混ざり合ったものが地殻変動などで表面に出てきたものなんですけれども、約800年前ぐらいから採掘されていたようなんです。で、現在ではほとんど取れるところがなくなってきていまして、その中でも京都で取れる小本山というものはかなり質が良いというふうな形で、なかなか入手できなくなっているみたいな感じです。で、そもそも自然の鉱山から採掘されるものなので、極端に言えば、取れる場所が数センチ違うだけでも、品質が全然変わってくるという、ちょっと繊細なものなんですよね。本当に良いものを購入する場合には、確かな知識を持っているちゃんとしたところから仕入れて買わないといけないかなというふうに思います。結構偽物も出回ってるみたいなので、その辺は注意が必要かなというふうな感じです。そういった天然砥石なんですけれども、時間をかけてゆっくりと研いでいくと、結構良い刃がついて長切れしやすいなんて言われてますね。で、包丁も鏡面になるわけではないんですけれども、内曇りっていうんですかね。この辺の刃文が綺麗にスーッと出たりとか、そういった渋い感じで天然砥石でしか出ない仕上がりなんていうものがあるので、研いでいく方もたくさんいるという風になってます。それと今回使用させていただく包丁は、刃渡りが尺一寸33センチ。で、名は郷馬之助義弘さん。堺にある山脇刃物製作所さんの名ですね。おそらく鋼材は青2号だと思います。この鋼材によってももう全然砥石との相性っていうのは変わってくると思うので、青鋼とそれぞれ4つ研ぎ比べて相性を見ながら検証していければなというふうに思ってますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは、今回砥石も一応蔵出しそのままですので、しっかりと面を平らにしてから始めたいなというふうに思っています。あと、この天然砥石の硬さってやっぱり重要なんですけれども、その特徴の見分け方としては、この水の吸い込みが早いほど柔らかいですね。で、遅いほど硬いという風になってます。どうですかね。こっちの方が早めです。これも比較的遅いですかね。全体的にそんなに早くない感じはしますけど、これが一番ちょっと柔らかい早い感じがします。一応そんな形の特徴があるというふうなことなので、まずは少し濡らして、ダイヤモンド砥石でおそらく以前使ってた方が彫刻刀ですかね。傷がついていますけれども、もう一つ、この研いで出るこの特素というんですかね。白っぽい方がやっぱり柔らかいですし、黒っぽい特素が出るのはちょっと硬いという特徴もありますね。包丁を研いだ時に色が出てくるんだと思うんですけれども、そういった見分け方もあるみたいです。それと3つ目で言うと、大きさにもよりますけど、やはりずっしりと重い方が硬いですよね。軽い方が根が粗くて柔らかいと、そんなような違いもあるので、重さで見てみるのもいいかなと思います。はい、これ2個目なんですけれども、先ほどのやつよりかなり粘りがあります。柔らかいってことなんでしょうかね。この天然砥石は小さいコッパというか、平らになったんじゃないでしょうか。はい、では、違うものいきます。粘りがあるクソが出るという感じです。ちょっと角がガタガタなので、研ぐときに気をつけないと危ない感じがしますね。前に一度家にある天然砥石は、全部この横に過臭塗料を塗って割れなくしたので、また同じような感じでやってみようかなと思いますけれども、そちらの動画もぜひよければリンクしておきますのでご覧になってください。
はい、今面直してるんですけど、わかりますかね。ちょっとここだけ当たってないんですよね。全部当たるまでやっていこうかなと思ってますけど、これで平らになりましたかね。ちょっと見えにくいんですけど、ここに線が入ってて、地金を引いちゃったんでしょうね。少し傷がついてるんですよね。研ぎ出す前に、本来ナグラとかで少し面を慣らして研ぎやすくしてから研ぎ始めないと、こういうふうに地金を引いてしまうというふうなことがあるということですね。はい。じゃあ次、4つ目のこちらを鳴らしてみたいと思います。傷がついて当たってないところがいくつかあるんですけれども、ちょっと平らになるまで磨いてみたいと思います。ここにへこんでる傷が2つありまして、ここまで持っていこうとすると、周りを長い時間削らないといけないので、面出しはこんな形にして、ちょっと包丁を順々に研いでいこうかなというふうに思っています。はい。では、一番柔らかそうなものから当ててみたいと思います。表面を慣らしてあげてからの方が研ぎやすそうなので、少し特素を出してからやりましょうか。こっちの方が研ぎやすいので。一回慣らしてあげると包丁にだいぶ当たりますね。やっぱり特素が鋼とすり合わされることで、ちょっと黒っぽい感じになりますね。でも柔らかいので、包丁に吸い付くような感じになってます。だいぶいい感じですね。特素があんまり出てないと滑ってしまって研げていくまでに時間がかかりそうなんですけれども、それでも硬くて削りにくいっていう感じはないですね。ちょっと柔らかめのこの小さい方いきましょうか。で、包丁も先ほどよりちょっと霞が強くなりますね。この辺は好みがあるのかなと思いますけれども、全く研ぎにくさは感じませんね。じゃあちょっと硬めのものに変えてみようかなと思います。なんか研ぎ始め、今ちょっとカキカキという感じで硬さを感じますね。やっぱりこういった場合は地金を引いちゃうと包丁に傷がついてしまうので、ちょっと先に、本来ナグラというそういった砥石で面を柔らかくして使うんでしょうけど、ちょっとさっきより白っぽいですかね。固めかと思ったんですけど、これが一番刃につく傷が白っぽくなるというか、硬そうに見えて柔らかいのかもしれないですね。やっぱり研いでみないとわかんないですね。包丁と合わせた感じは、先ほどの特素が出る方がへばりついて綺麗に研げてる感じはありますね。では最後に傷がちょっとまだ残っていると言ってた方を当ててみます。この特素も粘りがあるのとそうでないものがありますね。こんな感じで柔らかいのは柔らかいので同じような研ぎ感ですけれども、研ぎ比べてみないとわかんない感じでした。はい、今回の研ぎはいかがだったでしょうか。切れ味を見てみましょうかね。はい。柔らかいですね。もともと切れない状態ではなかったですけれども、だいぶ軽い感じで切れていきます。一応ちょっと硬めのものが2つありまして、で、少し柔らかめのものが2個あって、研ぎ感も全然違う感じでしたね。私はちょっとこっちの柔らかめの方がすごくあったので、刃文が綺麗に出てるっていうのもありますし、比較的全体的に薄曇るっていう感じなんですよね。こっちの硬い感じがした方は、傷がまばらについていくという風な形で見た目があんまり綺麗ではなかったので、個人的にはこっちの方が研ぎやすくて包丁に合ってるかなという感じがしました。もう本当に同じ地域でも取れる場所によってなんか成分が変わってしまうみたいなこともあるので、包丁の鋼材に合ったものを追求していきながらというふうなことになると思いますので、ぜひとも天然砥石にチャレンジしてみるというのはいかがかというふうに思います。何か今回の動画が役に立った方はグッドボタンやチャンネル登録の方いただけるとありがたいです。
いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。